会を始めたいと思いますけれども、その前に事務的なアナウンスをさせてください。お座りになっている席のお隣に荷物や上着を置いていらっしゃる方がちょこちょこ見えますけれども、この後また時間を過ぎてからも入っていらっしゃる方が見込まれます。ぜひちょっと狭くはなりますけれども、ご自分のお膝の上に上着やカバンを乗せていただけるようにどうぞご協力をお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さん改めましてこんばんは。本日は核兵器廃絶日本 NGO 連絡会主催のイベント、核兵器は本当になくせるの？Ican に聞いてみようにお越しいただきましてありがとうございます。本日の司会進行を務めさせていただきます国際 NGO ピースボートの渡辺理香と申します。よろしくお願いいたします。本日はお集まりいただきました皆様、新年明けましておめでとうございます。そして昨年2017年は大変いろいろな意味で大きな意味を持つ年となりました。7月の七夕の日、国連にて、国連では核兵器を初めて違法とする国際条約がたくさんの国の賛同を得て採択をされました。それだけでももう本当にワクワクしてこんなことがあろうかと思っておりましたが、その採択に大きな貢献をしたということで、皆さんご存知の通り今日の、ゲストの方も出身にいらっしゃいます Ican 核兵器廃絶国際キャンペーンが2017年のノーベル平和賞を受賞しました。7月、10月と大変、大きなイベントが続きまして記念すべき年となりました。その、Ican のベアトリス・フィン事務局長が今回長崎、広島、東京と来日をしてくださいまして、この東京でも講演会を開いていただくことになります。そんなわけで2017年すごく大きなイベントがありましたけれども、これで一気に世界がじゃあ核兵器はない方がいいんだ、核兵器の傘に守られてるったってあんまり安全じゃないんだというふうになるのでしょうか。そんなにすぐに話は変わっていくのでしょうか。そのあたり応援したい気持ちもありながら半信半疑な気持ちもどこかで私たちの中にあると思います。今回ベアトリス・フィンさんを迎えて今日じっくりといろいろなお話伺っていこうじゃありませんか。皆様ご一緒に楽しんでいただければと思います。ベアトリス・フィンさん、この後にご紹介しますけれども、北欧のスウェーデン出身30代の女性でいらっしゃいます。お二人のお子さんを育てながらこの大きな国際ネットワークである NGO を率いていらっしゃいます。それだけでも一体どんな生活をしているのかと思いますけれども、その彼女が北欧のスウェーデン出身、核保有国でもなければ核の被爆を受けた国でもない、その出身の彼女がどんなことをきっかけにこのことを考え始めて今に至っているのか、少し個人的なお話も含めて今日はお話を伺えたらなというふうに思っています。ぜひ一緒に耳を傾けていただければと思います。それでは、改めまして、今日の会の流れを紹介していきたいと思います。本日一部二部制になっております。第1部がベアトリス・フィン事務局長の基調講演を中心に進めてまいります。約1時間のお時間をいただいています。一番最後のところで質疑応答の時間も設けたいと思っています。何かありましたら書いて覚えておいてください。で、短い休憩時間を挟みまして第2部を、20時つまり8時から設けたいというふうに思っております。こちらの第2
2部なんですけれども、ちょっと変則的ではありますが、非公開の形を取らせていただきます。プログラム上の理由でですね、非公開、つまり撮影、録音、ツイートなどの発信、そして報道を禁止させていただきます。ここご遠慮くださいではなく、禁止をさせていただきます。どうぞご協力くださいませ。そのような一部二部構成で今日は進んでいきたいと思います。それではぜひ会を始めていきたいと思います。では今回のゲストであります、そして2017年のノーベル平和賞を受賞しましたIcanの紹介、そして今回来日していただいておりますベアトリス・フィン事務局長のご紹介を、川崎明Ican国際運営委員からさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。おそらく皆さん早くビアトリスさんの話を聞きたいということだと思いますので、なるべく手短にですね最初のご紹介をしていきたいというふうに思いますけれども、Icanは2007年に作られました核兵器廃絶のための活動をする NGO の連合体であります。連合体ということはですね、一つの組織というよりはいろんな団体の組織の集まりですね、それが集まって力を発揮するということであります。現在101カ国468団体が参加をしておりまして、その本部国際事務局がスイスのジュネーブにあります。でなぜスイスのジュネーブかといいますと、ここには国連のヨーロッパ本部がありまして、さまざまな国の軍縮外交にあたる大使の方々などが集まっている町なんですね。ですので、そこに、本拠地を置くことによってですね、国連の軍縮外交に影響していこうと、与えていこうと。で、国連ではですね、さまざまな条約を作ります。で、Icanの考え方は、核兵器廃絶をするといってもさまざまなプロセスがあり得ると。核保有国が核兵器廃絶をしてくれるのを待っているというのもこれ一つのプロセスでありますが、そうではなくて国連でしっかりとした条約を作るということが重要だろうということで、核兵器禁止条約というものを作ろうと、この一つの目標のために集まってこれまで進めてきたわけであります。で2007年からずっと運動を進めましてですね、最初は、IPPNW、核戦争に反対する国際医師の会ということでありますけれども、そのお医者さんたちが始めた運動がずっと広がっていったんですね。で今では本当に幅広い団体が参加してきていると。で今日この後登壇してくださる、ビアトリス・フィンさんはそのスイスのジュネーブの事務所で、事務局のリーダーをしております。で、さぞすごい大きな団体なのかなとお思いでしょうが、ジュネーブで仕事しているのはたった4人であります。でその4人が全てのことはできません。その4人がメッセージを発信して、世界中にメッセージを発信して、このことやあのことを日本でもアメリカでもイギリスでもオーストラリアでもケニアでもやってくれと、こういうことを発信するのがベアトリスさんの役割であります。でそれを受けて、例えば日本では日本の団体が頑張ると。例えば、日本で言いますとピースボートがですね、この国際運営団体に入っておりまして、いろんなその中身をこう議論することに参加するということになってきているわけです。で今日の主催であります NGO 連絡会、日本 NGO 連絡会といいますのは、そうした日本の NGO の連絡会であります。ですので、私やあるいはピースボートのメンバーがこの Ican がどういう方向で禁止条約を作ろうとしているか、あるいは禁止条約が昨年できた今、それをどうやって実施に移していくかというようなことをですね、また NGO 連絡会に向けてこう発信をしていくということであります。やはりこの仕事はですね、一団体一個人にはできませんので、国内的にも国際的にも連携を進めてきているというわけであります。でビアトリスさんご自身はですね、長く、婦人国際、平和自由連盟というですね、国際組織がありまして、もう100年以上の歴史のある非常に伝統のあるですね、女性の平和団体なんですけども、ここのお仕事をずっとされてきまして、で2014年以降
そこからですね Ican に移りまして Ican の事務局長としてのお仕事をされているということであります。そんなですね彼女の話をぜひ聞いていただきたいと思いますけれども、なぜ彼女が今回ここに来たかといいますと、長崎大学の方に呼ばれまして、ぜひ長崎大学で学生と討論してもらいたいということで呼ばれましてですね、ノーベル平和賞授賞式の後本当に休む暇もないぐらいの、お疲れのところでありますけれども、じゃあ1週間日本に来ましょうというふうに決めてくださいました。で長崎で2日間、広島で2日間過ごしまして、資料館の訪問ですとか講演ですとか、あるいは学生との対話ということをしてくださいました。で今日は先ほどまでですね国会にいまして、国会議員との対話ということもしてきました。そのようなですね日本のこの1週間で日本のいろんな部分を見てきた方です。学生から被爆者から国会議員まで、その彼女がですね私たち今東京の周辺に暮らしているこの日本の市民に向けていろんなメッセージを発信してくれることを期待したいと思います。それではもうここで紹介しちゃっていいかしらね。それでは壇上にお呼びしたいと思います。ビアトリスさんどうぞ拍手でお迎えください。Thank you so much. ありがとうございます。It's really a huge honor to be here, and thank you so much to the NGO network for organizing this event and for inviting me here tonight. 本当に光栄な機会だと思っております。今回は NGO 連絡会議の方々の署名で今回このような組織にしていただきます。 But mostly thanks to all of you for being here this evening. You could have been anywhere doing something fun, but instead you're here talking about nuclear Armageddon with me. 何よりも今日いらしていただいた出席された参加者の方々に心からお願い申し上げたいと思います。もちろんここに来る代わりにもっと楽しいこと、面白いことをやる時間だったわけですけども、それをさておいてここにいらっしゃって今日は非常にある意味深刻な話、核アルマゲドンの話になると思いますけれども、そのためにいらしてくださって本当にありがとうございます。Nuclear weapons is the only weapon that exists simply to prevent itself. 核兵器というのは核兵器を防止するために、核兵器の使用を防止するために存在意義があると言われている兵器です。Nobody wants nuclear war. 誰も核戦争を望む人はいません。Yet we threaten to start it just to prevent it. ただ核兵器を持って核戦争を防ごうという論理なわけです。We prohibit chemical weapons, biological weapons, landmines and cluster munitions because they impact civilians so much. で市民に大きな被害をもたらす化学兵器、生物兵器、それから対人地雷、またクラスター爆弾は禁止しようという動きで実際に禁止していました。 Yet the government still wants nuclear weapons to remain legal. ただ政府は各国政府、各保有国政府はやはりその自分たちの権威のために核兵器は所有していこうと思っているわけです。Nuclear weapons is probably one of the biggest contradictions of our time. おそらく核兵器というのは現代において一番大きな矛盾をはらんだ兵器だと思います。But it's time that we start picking apart the arguments. で、もう議論を始めなければいけない。And I've really been amazed here by how committed people that I met in Japan have been to the abolishment of nuclear weapons. 日本に参りまして、日本人の方々が非常に大きな情熱を持って核兵器を廃絶したいという声を上げていらっしゃるということに大変感動いたしました。And the energy and the passion that I've seen will really inspire Ican's work. 皆さん方のエネルギー、それから皆さん方の情熱が本当にIcanを非常に啓発して勇気づけてくれています。And it's not, of course, surprising. Japan knows better than anyone the consequences of nuclear weapons. もちろん日本はどの国よりもこの核兵器が使用された際のその大惨事というものがどれほどひどいものかということがよく理解されている唯一の国だと思います。But it's not just the hibakusha that knows this, not just the people that lived through the experience and the rebuilding of Hiroshima and Nagasaki.
It's also the young people of Japan that I met here to carry the stories with them and carry the passion to make sure that this is never done again. ね、これは被爆者の方々だけではありません。もちろん広島長崎で被爆者の方、ご家族の方、そしてまた広島長崎を再興してこられた方々にもお会いしました。しかしそういう方々だけではなく、青年たちがそれらのストーリーをさらに継承して次につなげていこう、将来のためにつなげていこうと考えているということが非常に感動いたしました。For 70 years, people have been trying to ban these creations of humankind's destruction. このような人類を大量殺戮する、また大量破壊をするこの兵器というものを何とか廃絶したいと70年間人類は努力してきたわけです。And the first ever petition against nuclear weapons was from 70 scientists who had worked to develop nuclear weapons, had worked on the Manhattan Project. で実際にですね、この核兵器に反対するそのような署名を始めたのは70人の科学者でした。この70人の科学者というのは実際に核爆弾を作ったマンハッタン計画に従事した科学者たちでした。And the very man who gave the order to drop the bombs on Hiroshima and Nagasaki, President Truman, then turned around to tell the US Congress that these weapons should be controlled by international agreement, not by one man. それから実際に広島長崎に原爆を投下する命令を出した人物、すなわちトルーマン大統領はこの考え方を翻してアメリカ議会に対しまして、これらの核兵器というものは国際的な合意によって、すなわち一人の人間の決意ではなく国際的合意によってコントロールされるべきだという立場を取り、それを発表いたしました。And Winston Churchill called on states to build the United Nations to such a capacity that the world's nuclear arms supply should be, in his words, confided to that world's organization. それからウィンストン・チャーチル、彼は実際に国連の構築、国連を実際に創立するために働いた方でありますけれども、彼は国連自体に対しまして国際機関に限定して、すなわち核不拡散というものを行わなければならない。で核兵器などの兵器の供給というのは国際機関に限定するということを明確にすべきだというふうに彼は演説をしたわけです。And the US and the Soviet President Reagan and Gorbachev both dreamed of their own pathways to making nuclear weapons irrelevant. And we know now how close they were in Reykjavik to completely agree on giving up their nuclear weapons. そしてアメリカとソ連の当時のレーガンとゴルバチョフですけれども、彼らは何とかしてこの核兵器というものが使われないようなその道筋というものを夢見ておりました。そして今になって分かることですけれども、レーガン自身も実際にこのようなシステムをいかに使わないように、あるいは意味がないものにしようというふうに考えていたかということが分かります。But as we all know, we still live under this existential threat. We can still be wiped out in an instant with very little warning. しかし私たちが今知っていることは、我々は今でもこの核兵器によって生存の脅威に脅かされて生きているということです。すなわち私たちはほとんど警告もの時間もない一瞬にして抹殺されるという可能性があるということです。 Just look at the unfortunate people of Hawaii this weekend who for 30 minutes thought they were about to die after a false alert was sent saying a nuclear missile was about to hit the island. ちょうどその週末ですけど、皆さん思い出していただきたいのは、ハワイの方たち本当に不幸なことがありましたよね。30分にわたってこの核ミサイルが発射されてハワイを攻撃しているという誤報が流れた。それによってその30分間非常に苦しい思いをされました。 These people, mothers, fathers, sons and daughters, said goodbye to their loved ones, raced home to hug children and family members, and waited in terror. 実際に彼らは自分たちの両親に、また息子、娘に対してさようならというメッセージを送り、そして子どもたちを抱きかかえるために家に走り、そして恐怖の中にその時間を待ち続けたということです。恐怖に陥れられた方々が、実際にそのような恐怖の中でその30分を過ごしたということです。 And we deserve better.
私たちもっとより良い方法がある。And we all have the right to speak up against this. And that has been a large part of Ican's mission to bring democracy to disarmament. で、私たちはこれに対して声を上げる権利を持っています。声を上げる権利、そして Ican の使命というのはまさに大部分がそこにあるわけで、軍縮に民主主義をもたらすというのが我々の考え方です。So it falls on all of us to solve the problems that the previous generations have not. 我々の前の世代たちは解決できなかったけれども、私たちはこの問題を解決するということができる。また解決しなければならない。And how do we do that? じゃあこれどうやってやりましょう。The first thing we need to do is to create the political will. まず最初に政治的な意思を創造する、作り上げるということです。And then we can implement the political solutions to make countries see these weapons for what they really are. Weapons that are designed for the indiscriminate slaughter of millions of civilians. そしてその次に私たちは、政治的な解決策を考えなければいけない。それを実施するという必要性がありますが、その国にとりまして何百万人もの無辜の市民を無差別に殺すための兵器だということをやはり政治家に理解させるということが重要です。And we will change these weapons from being a symbol of power into a symbol of shame. そして私たちはこの兵器というものは力の象徴であったけれども、そうではなくてこれは恥の象徴だというふうに展開しなければならないと思います。And though we seem closer than we have been for decades to nuclear war, through the US talking about wanting more nuclear weapons, and through North Korea threatening to launch nuclear weapons, I actually have some good news. 実際に現在見てみますと、核戦争の危険性というのはこれまで以上に非常に近くなってきている、危険度が増していると思われるかもしれません。すなわちアメリカは、もっと具体的に核兵器というものを作り、そしてそれを使えるようにしようと思っていますし、北朝鮮も核兵器を発射させるというふうに脅しています。しかし私はいいニュースも持っています。We are actually about to ban nuclear weapons. 私たちはいよいよ核兵器を禁止するところに近づいてきているからです。Last year, 122 countries adopted the treaty on the prohibition of nuclear weapons. 昨年は122カ国が国連におきまして核兵器禁止条約の採択に署名しました。And right now, states are signing and ratifying this treaty. And when 50 states have ratified it, it will become international law. そしてこの条約によって枠組みが作られたわけです。これによりまして50カ国が署名をし、実際に批准をするということになって、これが発行することになります。And history shows that the prohibition of certain types of weapons is the first step towards the elimination. 歴史を見てみますと、あらゆるタイプの、兵器を禁止するというのが、その兵器というものを廃絶するための第一歩になってきたということです。Weapons that have been outlawed by international treaties are increasingly seen as illegitimate, losing their political status. すなわち、このような国際的な条約によって、非合法化された兵器というものは、その非合法性というものをまたこれが法に違反しているということで、政治的なステータスをなくしていきます。It will no longer be a part of the cool kids club to have nuclear weapons. Instead, you have to go and stand outside, like the smokers in the rain. 実際にですね、このような核兵器を持っているのはなんかクールでかっこいいなという子供じみた話ではなくて、そういうところからもう抜け出さなきゃいけない。すなわちこれまではタバコを平気で吸ってた人がもうタバコを吸えなくなってきたという状況にこれからなっていくだろう。Because these treaties influence nations that haven't even signed, it says very clearly that the international community thinks that these weapons are now unacceptable. でこれらのこの条約によりまして各国それぞれの国会での審議などがあり、そしてその市民社会のその意見によりまして、これ今後この核兵器というものを持つべきではないという声が高まってくるからです。And we can make this happen. They always say something hard is impossible, but Ican campaign has showed that it can be made a reality if there's enough of us all calling for change loud enough.
でこういうことは非常に困難なことではありますけれども、困難だけれども必ず達成はできます。我々も Ican のキャンペーナーと話をしますけれども、十分な、多くの人たちが声を上げ、そして反対をし、核兵器を廃絶しようという動きに行けば、また核兵器禁止条約に署名をしよう、それを発効させようということになれば、必ずそれは実現できます。Because governments answer to people, and people know that nuclear weapons no longer make any sense, and they are demanding change. で実際に政府が人々に対して答えを出す。人々は核兵器というものが合理的じゃないと考えている。そして人々がこれに対して変化を求めている。And this is where all you come in. There's one. ここに皆さん方が実際に参加をしていただかなければいけない必要性があるわけです。There's one particular audience that needs to hear your message. 皆さん方の声を聞かなければならない聴衆というのは一つです。一人です。There's one group of people that must be encouraged to share your values, and that's your government. 皆さん方の価値観というものを実際に共有しなければならない、共有するように奨励されなければならない人々というのは一箇所だけです。それは皆さん方の政府です。The Japanese government should know better than any nation the consequences of nuclear weapons. Yet Tokyo is happy to participate in using nuclear weapons. で実際に日本政府は他のどの政府よりもこの核兵器の悲惨さ、そして悲惨な結末というものをよりよく理解しているはずです。それにもかかわらず東京という町においてこのような核兵器の保護のいわゆる保護と考えられているもの、その方の下に暮らしているということに対して不満を持っていない、あるいは恐怖を持っていない。The Japanese, is your government okay with repeating the evil that was done to Nagasaki or Hiroshima to other cities? でも本当に長崎、広島に起こったようなことが他の都市でも繰り返されて、そのような悪が繰り返されて、それでも日本政府はいいと思っているんでしょうか。And you must use your voice to show your national government here in Tokyo that it is unacceptable to be a willing participant in this nuclear system. ですから皆さん方が声を上げて、皆さん方の政府に対して、この東京におきまして、このような核のシステムに参加するのは受け入れられないという声を上げていただかなければなりません。And show them that Japan must be a leader in the global movement for nuclear disarmament, and that Japan must join this treaty. やはり日本がその、世界の中でのこの動きに対してそのリードを取っていただきたいと私は思っています。この核軍縮のリーダーになってもらいたい。そしてそのためにも日本は、この核兵器禁止条約に参加しなければならないと考えています。And Japan, as a democracy, is answerable to the wishes of its people. 日本は民主主義国家ですから、当然のことながら市民の願いに応えなければなりません。If you think about it, you're the boss of the prime minister. よく考えれば、皆さん方こそが首相のボス、上司に当たるわけです。If you can unite your fellow citizens in one clear voice, it will be impossible for your government to ignore you. ですから皆さん方が声を上げ、そして団結をし、連帯をすれば、それを政府が無視することはできなくなります。And if they don't listen, grow louder. でもし彼らが聞かなければ、さらに声を大きく上げましょう。And know that you have millions of people around the world who share your cause. そして皆さん方と同じように声を上げる人、連帯する人が全世界に何百万人もいます。We live in democracies, so there is always a choice. 私たちは民主主義の世界に住んでいます。ですから常にチョイスがあります。選択肢があります。And if our political leaders refuse to join us on the side of hope, on the side of rationality, on the side of a future, then we must elect different leaders that will. もし我々の現在のリーダーが我々の希望がない、我々の将来のことも考えない、我々の願いを届けないということになれば、私たちは別のリーダーを代替案として選ばなければならなくなります。We must make those countries that are prepared to use nuclear weapons isolated on the world stage, surrounded by shame and stigma. でやはり
核兵器をこれからも維持し、核兵器を使おうという国に対しましては、そういう国、核保有国、核武装国は世界の中で孤立化させなければいけないと思います。で、彼らが孤立化し、そして彼らは恥を持ち、そして、ひどい汚名を着せられるという結果になっていくでありましょう。And I know that the vast majority of the world wants to permanently solve the nuclear problem, not to develop more nuclear weapons and expand the nuclear threat. ですから、これからの核兵器をさらに増大するのではなく、核兵器をいかに禁止をしていくかということが重要なわけです。Against the beliefs of many governments, we rallied people against all odds so that the nuclear ban treaty could become a reality. で、政府や他の人々、批判をする人々もいますけれども、やはり核兵器禁止条約は現実であり、これからさらに現実、明確な現実となっていくでありましょう。And we know that people can make that what seems impossible, inevitable. やはりそれを現実のものにし、可能にするのは人間です、人々です。That nuclear weapons have not been used in conflict since they were in Hiroshima and Nagasaki has not to do with prudent leadership, but good fortune. で、核兵器は広島、長崎で使用されて、それ以降は使われていないと言われます。しかし、これは指導者が優秀だったからではなく、たまたま幸運によって核兵器を使われなかったということです。And we cannot simply wait for our luck to run out. 私たちは運が尽きるのをただ黙ってじっと見ているわけにはいきません。And if you ask a mathematician, they will tell you that the likelihood of nuclear weapons being used at any given time is greater than zero. 数学者に聞きますと、例えばその核兵器が使われる可能性と確率というものは決してゼロではありません。ゼロよりも大きいわけです。And that means given enough time, it is certain that nuclear weapons will be used again. ということは、ある程度の時間があれば、どこかで必ず核兵器は使われます。So to those that accuse us of being naive or irrational, let me ask you this question. If you know that this story either ends with the eventual use of nuclear weapons or with their elimination, who is the irrational one? よく核兵器禁止条約を推進していると言いますと、あなたたちはよく世の中のことが分かっていないナイーブだとか、あるいは非合理的だというふうに考え方が甘いと言われますけれども、それでは本当に核兵器というものを最終的に使うというこのストーリーを考えた場合、またあるいはそれらを改善するということを考えたら、どっちが非合理的でどっちが合理的だと思いますか？ We are not naive. We are not irrational. 我々はナイーブでもないし、我々は非合理的でもありません。We are on the side of humanity and survival of the human race. 私たちは人類の側に立っています。そして人類の生存の側に立っています。We simply cannot bear to do nothing, for doing nothing is to accept the use of nuclear weapons. 私たちは何もしないで手をこまねいて見ているだけということはできません。何もしないというのは核兵器を温存するという側についていることになるからです。It can sometimes be quite sobering and depressing topic to talk so much about the end of the world through nuclear Armageddon. 実際にこのテーマというのは時々、非常に落ち込むような深刻な話ですし、核によりますアルマゲドンということを考えますと、非常にもう、力がないでしまうようなこともありますけれども。And it can be scary to think about the threat that we constantly live under, where a moment of any notice, life as we know it could end. しかし私たちはそういう中で本当にこれまで生きてきた、そしてこれからも生きていく、そしてこのような概念、またこの兵器というものを終わらせなければならないということで力を振り絞って頑張らなければいけない。That the sky could rain down destruction one morning, just as it did in Japan on an unsuspecting population 73 years ago. 実際にこの兵器が使われた時のことを考えてください。この空が落ちてくる、そしてある朝突然にです。全く予告もなしに、これが73年前に起こったことなわけです。
But the antidote of fear is hope. 実際に恐怖に対して対策があるかと言いますと、それは希望です。And I want to finish today by talking to you about my hope and Ican's hope that we will see the end of nuclear weapons. 今日のお話の最後に私自身の希望についてお話したいと思います。そしてIcanの希望です。そして私たちがこの核兵器というものを終焉させたいということをお話したいと思います。And we should be afraid of nuclear weapons. Fear is rational. The threat is real. 私たちは核兵器に対して恐怖を抱くべきだと思います。この恐怖というものは合理的な恐怖です。理にかなっています。また脅威というものも現実の脅威、存在している脅威です。And we are closer than any time in recent history to the use of nuclear weapons. これまでの歴史の中で核兵器の使用に最も近いのが今だという。We are shockingly seeing near daily threats between countries to wipe each other off the map. 本当にショッキングなことでありますけれども、毎日日常、国々がお互いを地図上から消し去ろうとする、そういう脅威を使っているということです。Just one misconstrued tweet, a tantrum away. で、ツイートを見ますと、まさにその刃が空から突き刺さりそうになっている。We are so close to the war of words becoming a war of weapons. で、私たちはまずその言葉の戦争があり、言葉でやり取りがあり、そしてそれが今度は武力の戦争になっている。そこに非常にそこにもう近づいているという感じです。But at the same time, with the leadership of the majority of states in the world, we are also closer we have ever been to their elimination. ただ、本当に世界中のリーダーの人たちとともにこの核兵器を廃絶するというところにも今一番近づいているというのも事実です。So we have much cause to be hopeful, to defeat fear with hope. ですから我々は希望を持つというその理由を持っているわけです。我々は希望によって我々の恐怖心というものに打ち勝たなければなりません。And what drew me to Ican and keeps me energized is that today, exactly what it was when Ican first started 10 years ago, people who were sick of waiting and chose to act. 私が実際にIcanに魅力を感じ、そして私が今日までこのようにIcanに精力的に活動してきたのは、それはまさしくIcanが10年前に発足した時と全く同じことです。それはもうみんな待っているのに嫌気がさしてきた。行動を選ぼうということです。And Ican, we were done waiting for permission. Ican でもう私たちは許可を待ち続けることはやめました。And we were done listening to experts in suits talking about how difficult and complicated this would be. で、本当にさまざまな人が科学者も含め、それから学術者も含め、これを廃棄するのはどれほど難しいかという話をくどくど話されることも聞き飽きました。And we were done just sitting around waiting to be asked our opinion. そして、ずっと待って私たちの意見を聞かれるまで辛抱強く待つということももうやめました。And we were done waiting for a seat at the table. そしてテーブルの席が空くのを待ち続けることもやめました。So, what do? じゃあ何をやりましょう。 We made our own table. 自分たちのテーブルを自分たちで作ろうということです。And we took things in our own hands. すなわち私たちの自分たちの手でテーブルを作りました。And today I want to invite everyone here to join us for a seat at that table. そしてこのテーブルの席に皆さん今日ご来席の方々全員についていただきたいとご招待申し上げたいと思います。And if you believe that we must end nuclear weapons before they end us, 核兵器が我々を崩壊させる、破壊する前に私たちが核兵器に終わりを告げなければなりません。and if you believe that we really can and will end this long nuclear nightmare through the power of people, で、皆さん方、我々は必ずこの人々の力によって長いこれまでの
核兵器がもたらした悪夢というものに終わりをつけることができる、必ずできると信じています。Then you should be a part of Ican. 皆さんもそれを信じるのであれば、Icanの一員になってください。And Ican, we want to use your energy and your passion and your hope. Ican が皆さん方のエネルギー、そして皆さん方の情熱、そして希望を私たちは必要としています。So if you want to join us, you should go to nuclearban.org or find us on Facebook or Twitter and connect with us and connect with other people around the world who share your hope. そして皆さん方の希望を我々と分かち合うために、まずですね、サイトとして www.nuclearban.org を使うか、あるいは我々を Facebook で追っていただくか、あるいは他の人たちと一緒にまた連帯を持っていって一緒に希望を共有したいと思います。The hope for a better future. より良い未来に対する希望。A future where we're not living under the constant threats that we may be destroyed in a flash. 我々は一瞬に破壊されるかもしれないと脅威におののきながら生き続けるという未来ではない、もっと希望のある未来。And that is what we deserve, and that is what we should expect of our political leaders. 我々にはその権利がある、その価値があると思いますし、政治家にそれを期待すべきだと思います。Let them know that that is what you expect, and use your voice to abolish nuclear weapons. 彼らに、政治家に我々の期待がそこにあるということを知らしめましょう。そして私たちの声を使って核兵器というものを必ず廃絶いたしましょう。And that is how we will see the end of nuclear weapons. And I look forward to working with you to achieve that aim. それが我々が目指す核兵器廃絶の我々の道筋です。皆さん方と一緒にこれからそれを達成するために協力していくことを大変楽しみにしています。Thank you very much. ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you very much. いかがでしたでしょうか。はい、ではここからの少しのお時間を使わせていただきまして、ベアにここにベアトリスさんにここに残っていただきまして、質疑応答の時間とさせていただきたいと思います。いくつか先に質問をまとめて受けて、まとめられるものをまとめて質問を受けたいと思いますが、まずは質問がある方、挙手をいただけますか。こちらで1人手が上がってますね。1、2、3、4、5、6、7、そこまでにさせてください。そしたらマイクを持ってらっしゃる方、この7人今上がっています。結構7人多いです。ぜひ皆様の質問を15秒から20秒ぐらいにまとめていただきまして、難しいですね。ここはスキルがありますけど必要ですけども、それぐらいにまとめてポンポンポンと言っていただきたいと思います。3つぐらい聞いたところ、2つ聞いたところで関連の質問を受けます。お願いします。どうも。ジャーナリストの柴と申します。質問はですね、今日国会議員たちとベアトリスさんが話した時に現実的な問題としてということで北朝鮮の核の脅威というようなことを繰り返し言ってましたね。それが本当に彼らが言ってることが現実的なのか、つまり今は核兵器禁止条約に参加することは現実的ではないという北朝鮮の国があるからです。でもその現実的っていうようなことに関して本当にそれは現実的なのかなというところでベアトリスさんの意見を聞きたいと思います。ありがとうございます。これに関連する付け加えたいなという方いらっしゃいますか。じゃあこれ一つの質問にしたいと思います。次の方お願いします。近くにその列で。Why did you decide to devote yourself into eradicating nuclear weapons? ベアトリスさんはなぜ核兵器禁止にここまで努力をするようになったんでしょうか。ありがとうございます。短い質問で大変素晴らしいですね。次、男性こちらにいらっしゃいました。Thank you for the lecture. What is the biggest hindrance why Japan is not joining the nuclear ban treaty, and how can it be achieved?
なぜ日本はこの核禁条約に参加をしないでしょうか。それでどのように参加させるでしょうか。参加させられるでしょうか。どうして。ありがとうございます。後ろの方お願いいたします。ここまでのところ短くてよろしいです。ありがとうございます。なぜ日本に来ることを、考えられるのか、そして日本に来ての印象はどうでしょうか。実際に我々の、いろんな困難な面があるんですけど、そういう点も評価をお願いしたいと思います。ありがとうございます。他の方で同じような質問だという方はちょっと手を挙げていただきまして、先ほど手を挙げた方、あと2人くらいいらしたと思います。こちらの列のですね。はい、じゃあ越智君からマイクお願いします。はい、NPO 法人世界被爆者じゃなくて言います。私たちは世界中の被爆者、核実験とかフランコーとかいろんな被爆者の話をしてるんですけど、やっぱりなんかこれから世界の世論を変えていくときにアートの役割がすごく大きくなってくるんじゃないかと思うんですけど、そういうアーティストに対してIcanとして何か呼びかけとかネットワーキング、そういうことを考えてらっしゃるかお聞きしたいです。続きどうぞ。東京港区の高橋と申します。どこにも所属はしていないんですけれども、講演の最初の部分で、トルマイ・チャーチルが国際機関に核兵器の運営を委ねるべきだと考えていたと教えていただいたんですけれども、一国の判断ではなくて、核は中立的な国際機関に委ねられるべき、これは実に現実的な今でも有効な会の一つではないかなというふうに感じます。ただ翻って今の世界を見てみると、国連がそれを担えるか、あるいは NATO がそれを対応することができるのか、現実的には難しい部分が多くあると思います。このアイデアについてベアトリスさん、どのようにお考えか伺えればと思います。最後のご質問は、トルーマンやチャーチルさんは国際的な機関が判断するべきだというところには共感しつつ、現在のところでは、国連や NATO がその役割を果たせるのかどうかというところの質問でよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、ではここで質問を終わらせていただきたいと思います。いくつかに、最後、ごめんなさい、最後一つお願いします。私埼玉から参ります小池と申します。ですね、核兵器廃絶についてはですね、1989年の、IPPNW の世界大会からずっと参加しておりますね。Icanにも2つの名前ですね、ヒューマン・ライツ・ナウと反核医師の会というところに所属しててですね、Icanのメンバーです。で、私ですね、今日は私もともと医者なので、医者の例からですね、核廃絶についてちょっと提案してみたいと思います。でですね、私は医者なもんですから、タバコの禁止をやってるんですね。タバコの禁煙をやってるんです。で、禁煙やってる時にですね、モデルにしてるのはイギリスなんですね。イギリスが禁煙をした時にどういうことをやったか。そこのですね、保健担当の人が、ごめんなさい、ご提案ですか、ご意見ですか、ご質問ですか。ご質問というのは質問という質問ですから。最後ご質問で終わられますか。そうですね。だから私の提案をどういう質問ですか。なるほど。ちょっとお時間が限られますので、今までのところの質問に答えてお時間があったときにご提案を伺ってご質問を伺うという形でよろしいでしょうか。申し訳ございません。ありがとうございます。申し訳ございません。では今までの質問いくつか重なるところもあったかと思いますのでお願いいたします。I'll start with the easiest one. じゃあ簡単な方からいきたいと思います。 Why I decided to work with nuclear weapons, I have no idea. It was a complete accident. 核兵器のこの運動に何で入ったかってご質問ありましたけど、私もわからないんです。偶然なんかここにいるという感じです。Like many other people of my generation, I grew up after the Cold War, and nuclear weapons was just not an issue that I thought about. で、私の世代というのは、冷戦後に実際にこうやって生きてきて、まだそういう年代ですから、実際に核兵器というものの実感はほとんどなかったんですね。
I was interested in human rights, environmental issues. で、私がやってたのは人権とあと環境問題です。But I started working with an organization that did also nuclear disarmament, and I got really fascinated with this huge contradictions, the bizarreness of these weapons. ただ私そこで実際にやりながらその核兵器というものが、いかにそのいろんな現代の矛盾をもたらしているかということ、また核兵器がどれほど大きなその大量破壊兵器なのかということなのでびっくりした驚愕をしたというのが正直な印象です。They don't make any sense, these weapons. They are too big to use in actual conflict. They just wreak havoc and cause chaos. まずその核兵器はあまりにも大量破壊兵器なので、ほとんど通常の紛争には使えない。They are completely irrational, but somehow those that have them continue to convince people that they are the rational ones. で、どう考えても道理にかなわないというか合理的ではない兵器の存在なのに、それなのにそれを保有している政治家たちというかそういう国々は、その国の国民に対してこれは合理的な、兵器なんだというふうに説得してしまっているということです。And I think that's why I got really interested in this issue, to try to pick apart those kind of arguments and challenge those false claims. で、私はそれで非常にその核兵器の問題に関して関心を持つようになりまして、実際にいろんなディスカッションにも、参加をして、そして、これがいかにその、偽りのその合理性、偽りの論理で成り立っているかということに対して挑戦をしたいと思っています。And it's the same part on the realist question. It's very strange that the person with this big suicide mission, and they've armed themselves with nuclear weapons that can blow up the world 70 times over, somehow are sane? 普通に考えてですね、本当に変だなと思うのは、もうまさに自殺行為としか思えない。もうこれで実際に自分自身も破壊できるという、そういう兵器を持っている。しかも地球を70回以上を殺戮することができる。そういうものを持っていることが合理的だというふうに考えるということの論理の矛盾というか、不思議さというか、それにもびっくりしました。So it's quite bizarre that we have allowed them to get away with these strange arguments for so long. ですからこのような非常に奇妙な論点というものがこれまでずっと生存し続けてきたというのも非常に不思議なことです。And that's why I agree that it's important to involve artists or different cultural expressions, because this is a cultural issue. It's an issue of mindset. ですから先ほどどなたかおっしゃいましたけど、これはある意味ではその文化的な問題だという、その文化の重要性というものも非常にあると思いますし、一つはやはりマインドセットがどうなのかということによって、いわゆるその考え方自身が問題なのだと思います。Nuclear weapons is not about verification or technical expertise or very complicated politics. 核兵器の問題というのは検証の問題でもないし、技術の問題でもないし、なんか複雑な過程を経た論点を持ったそういう専門的な、ものではないと思います。It's about sanity versus insanity. これは狂っているか、あるいは正常かのどちらかという問題を突きつけられている。And I chose to come to Japan because this is the place where you really know what nuclear weapons are and what they do to people. 来日をするということを決めたのは、まずその日本でその核兵器が実際どういうものであるか、また核兵器がもたらす結果というものが何かということを明確に自分の目で見たいと思ったからです。And I always hear that we have to listen to the experts, the old men in suits that have PhDs in nuclear physics and work in Washington and Paris and London and Beijing. でこれまでは核兵器
と言いますあるいはその軍縮の問題というと、大体ある程度の年配の男性で、しかも背広を着てエキスパートとして PhD を持っていて、ワシントンかパリか、あるいはその北京か、そういう国々で、ロンドンと言いますけれども、活躍をしている人という感じでした。But the real experts on nuclear weapons are the hibakusha. でも真実のエキスパートは被爆者です。They are the ones who know what it looks like when nuclear weapons are used. 核兵器が使用された時にはどんなことが起きるかということを一番よく知っているのは被爆者です。彼らがエキスパートなんです。They know how it sounds. どういう音がするか。They know how it smells, how it feels against their skin. 肌に対してどういうことが起きるか。So it's very important to go to Japan for me, to see Hiroshima and Nagasaki, and to meet with the survivors to hear their stories. ですから私にとって日本に行くということは非常に重要だと思いました。広島、長崎に行って実際に自分の目で見、そして被爆者の方々から実際に話を聞くということが重要だと思います。And I've heard many of the stories before, and I've read a lot about it. もちろんこれまでに被爆者のストーリーはいろいろ聞きましたし、本などあるいは雑誌なども読みました。But it's very, very special to see it with your own eyes and to be there. しかし実際に長崎、広島に行って自分の目で見るということは全く別の経験です。So I'm very grateful for the people of Nagasaki and Hiroshima who showed me their cities. ですから長崎、広島の方々がそれぞれ案内してくださいました。心から感謝しています。Who showed me that from the worst that humanity can do, 人間ができる最悪の事態も目の当たりにしました。something as so inspiring and hopeful as working for peace and nuclear disarmament can emerge. でもこの核兵器の廃絶、核兵器軍縮といったことからその平和に対してこのような活動ができるのだというものを見るということも非常に希望を与えられました。And the biggest hindrance for Japan to join this treaty 日本がこの核兵器禁止条約に入らない最大の障害は I guess the Prime Minister? 首相です。No, of course, it's Japan is a part of a military alliance and is participating in threatening to use nuclear weapons. 実際にですね、その日本というのは軍事同盟を持っている。そこの基本になっているのは核兵器を使用するといういわゆる抑止、脅威に核兵器を使用するという恐怖によるその抑止ということです。And the government doesn't like to say it like that. They say simply, we're in an alliance and we're under a nuclear umbrella and it's not our nuclear weapons, and trying to look like they don't have responsibility for their own actions. で政府はやっぱりそこら辺のところはあんまりはっきり言いたくないんじゃないかと思うんですね。いや、我々はその軍事同盟に入っていると、それで実際に核兵器を我々が持っているわけではないと、核兵器の使用に関しては自分たちは責任を持たないというようなことを言うと思います。But Japan is participating in threatening to do to other cities what was done to Hiroshima and Nagasaki. でも実際考えてみると広島、長崎に起こったと同じようなことを他の都市に対してやるぞという脅しがその政策の中心にあるということなんです。So the biggest hindrance is if we don't challenge them and if we don't confront them with the actual reality. ですから本当のその障害になっているのは現実に対してそれに挑戦しよう、それを何とか克服しようとしなければ。Because as I said before, you're the Prime Minister's boss. 皆さん方が首相の上司なんですから。You even pay his salary. だって彼らの給料は皆さん方の税金で賄われているわけですよね。So you get to decide what he does. ですから首相を含め彼らが政治家が何をやるかは皆さん方が決めなければいけないんじゃないですか。And I think there was one more question about if the UN could be in charge of nuclear weapons. I don't think anyone should be in charge of nuclear weapons. 国連が実際に管理をする核兵器は国連しか管理できないというような話ですけれども、基本的に核兵器は誰も管理すべきではない。
And I think that when we succeed with the ban treaty and stigmatize nuclear weapons, ですからこの核禁条約を成功させ、そして核兵器を持つ国というものに汚名を着せる。it's going to be a much more rational decision for nuclear weapon states to get rid of their weapons. ということに成功すれば、核兵器を保有している国々ももっと合理的な考え方をするようになり、最終的に核廃絶、核を放棄し、核廃絶に向かっていくと私は見ています。Nobody brags about biological or chemical weapons. もう実際にその生物兵器とかあるいは化学兵器の禁止条約に対して誰も文句は言いませんでした。Nobody claims that it makes you powerful to have them. まあ、とにかくそういうその化学兵器、生物兵器を持てば自分たちは大国だということで誇りを持つというふうに思っている国はいません。So when we manage to convince people to see nuclear weapons for what they really are, not power tools or big boy toys, 核兵器というものを持つということはその大国として、すごいことだということではないと、核兵器が一体どんなものかということの現実というものをしっかりとみんなに認識をさせるということが重要です。but shameful, inhumane weapons, the kind of weapons that only terrorists would have. もうテロリストしか使おうと思わないようなものなんだと、そういうなんか、おもちゃのように、持つ核兵器を持つのはすごく恥ずかしいことなんだということをやはりこれから、みんな説得しなければいけないと思います。And I think that's when we're going to see them wanting to disarm their weapons. そして核兵器を持ち続けたいというところに対してはそのような、ことが、我々のものが重要だと。ありがとうございました。ありがとうございます。今順番にいただきました6つの質問をうまく合わせましてご質問を答えていただきました。ありがとうございます。それではここまでの一部のところを振り返りまして、日本原水爆被害者団体協議会代表委員、また被爆者国際署名の代表でいらっしゃいます田中照美さんにこの一部を振り返ってご感想をいただきたいと思います。田中さん、よろしくお願いいたします。テレビさん、よろしくお願いいたします。今、フィンさんの話を聞いて、明快に私たちがやらなくてはいけないことを提案されたと思います。私たち被爆者は本当に自分たちの体験を通して被爆した時から核兵器は使ってはいけないものだということを叫び続けてきた。しかし10年間は行動できなかったんですけれども、日本被団協というのを結成してこの61年間本当にですね、この兵器は使ってはいけないんだ、出さなくちゃいけないんだということを叫び続けてきたんです。60年間叫び続けてきたんです。それが昨年まで実現しない、そういう危機感から私どもはおととし被爆者の訴えを世界に発しました。でこれも時間がかかるかなと思いましたけれども、本当に思いもよらない速さで核兵器禁止条約が昨年出来上がりました。私たちは希望を抱きました。ひいさんは希望を持てとおっしゃって、本当に潰されそうになっていた時に希望を持ちました。この希望を皆さんと一緒に確認をして、そしてこの希望をですね、声にして、そして行動していきたいというのが私の今日、フィンさんのお話をここでお聞きしての感想です。もうフィンさんは一貫して希望を持つこと、それから行動することということを提案されました。で、残念なのは被爆国であって私たちのような被害を知ってるはずの私は本当は知っていないと思ってるんです。知ろうという努力をしていないと思ってるんです。しかし外から見ると私たちから見ても知ってるはずだと思うんです。でその知ってるはずだと思う日本の政府がですね、核兵器は廃絶しなければいけないし思い出私たちも一緒だと言ってるけれども、条約ができてもあるいは条約が作る過程でもですね、一緒にそれを作るための努力をしなかった。できてしまってもですね、それに署名もしないし批准もしないと
言っています。日本の国民の世論は核兵器の廃絶をおそらく 80% の人たちは望んでいると思います。この願いはどうして実現できないか。それは私たちが本当に願いを希望に変えて、そして行動をしていっていないということにあるだろうと思うんです。政府に任せておけばなんとかやってくれるだろうという思いは間違っているということは、ここにいらっしゃる方はほとんどご存知なのかもしれないんですけれども、ここにいらっしゃらない方々たちはですね、たくさんそう思っているわけです。で、そう思っている人たちの、目を開く、そのためにやはり私どもが体験した原爆の被害をきちっとその人たちに伝えていきたい。で、原爆被害者は広島と長崎にいるのではありません。だけにいるのではありません。日本全国にいます。私は埼玉県に住んでいます。神奈川県にもいます。東京にもいます。全国に被爆者がまだ生き残っています。ただ高齢化しているので非常に焦っていますけれども、その人たちは何とかして自分たちの苦しみを聞いてほしいと、そして核兵器廃絶のために行動してほしいと願っております。この行動をすればですね、長くなったらですね、日本人は日本のいろんな運動は、なんて言いますかね、いろんな署名等々はやっていけるんですけれども、国会議員にきちんと申し入れをしていくとかですね、政府にきちんと申し入れをしていくというのが非常に弱いと思っています。私たちは日本被団協として被爆者の団体としてもうたびたび政党、議員、そして政府に申し入れをしていきますけれども、そういう運動が日本人はあまり上手でないと思いますので、これを機会に核兵器禁止条約に日本の政府は署名をして批准をしていかなくてはいけないというのを外務省にだけ言うんではなくて、議員の一人一人に向かって訴えていく運動をぜひ進めていきたいと思います。で、もう1年過ぎましたけれども、一昨年、先ほど申しましたように、一昨年私どもは、世界に向かって全ての国が核兵器を禁止し、廃絶する条約を結んでほしいという訴えを出しております。略称して被爆者国際署名と呼んでおります。日本国内でかなり進んでおりますけど、まだまだ日本の政府を変えるだけの力になっておりませんので、共に頑張っていきたいというふうに思います。それから国際的にも、条約ができましたし、Icanがノーベル平和賞をもらいましたので、私たちは外国に向けてもこの2つのツールを大いに活用して、本当に早い機会に核兵器が地球上からなくなるように頑張っていきたいというふうに思います。当面は50カ国が批准をして禁止条約が発効する、それを力を入れていきたいと思います。頑張りましょう。ありがとうございました。力強いことがありがとうございます。せっかくですので、その署名用紙を持ってベアトリスさんと一緒に写真を撮りましょうか。そうですか。皆さんここにいらっしゃる皆さんご存知かと思いますけど、こういう署名を、世界中に発しておりますので。本日も受付のところでこの署名を受けております。この署名を訴えた田中さんとベアトリスさんの写真ということで、これもこちらを。視覚と聴覚でいろいろなことをお知らせいたします。視覚で写真を見ていただきまして、聴覚で少し耳を傾けてください。少し一部が押してしまいました。大変申し訳ございません。今私の時計で8時9分くらいかと思いますけれども、数分間のお休みを取らせていただきまして、15分、はい、8時15分
に第2部を始めさせていただきます。お尻の時間もございますので、15分はっきり始めさせていただきたいと思います。写真も終わりましたね。では、5分の休憩を取らせていただきまして、15分から第2部を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。